お前、私のものを盗もうとするのか？違います。まだ言い訳か。来い。叩きなさい。はい。お前の教育のせいからな。上下も知らない。あの女は目だけでしかない。私こそお前の母だ。美咲、これからは自分の体を大事にして、もうお母さんは一緒にいられない。聞いて、自分を隠すことを覚えなさい。実権を握りなさい。聞こえたかしら？これほど母娘仲がいいなら、私がお二人を一緒にしてあげる。叩きなさい。死ぬまで叩き続けろ。夫人。何をしている？何があっても私が責任取る。叩きなさい。早く逃げ。美女。もしょーもしょー。早く逃げ。行きません。母上。行きません。母上。母上。美女。美女。美咲様、また悪夢ですか？明日は宮中入りです。毛夫人とレナ様が荷物をお届けに来ました。今、正信様たちは広間でお辞儀を受け取り待っています。この日を、ずっと待っていた。グレテ姉妹、父上、マフーア、ミーナ様お待たせしました。美咲の不手際です。レミナが婚約していなければ、君には宮中で映画を享受する機会などない。今では、宮に入ってもいないのに威張っている。美咲はそのような、母上、ありがとうございます。ネンナ様、ありがとうございます。今回新しく入るのは4人だ。君は諸子の身で妻女の位しか出なかった。しかし宮中の味方は皆奇策だ。きっと、君を困らせないだろう。はい、父上。みんなが話しているのに、何をかき回しているの？顔。どうなってますか？触れるな、大臣。松本医師を呼べ。明日は宮入りだ。これではどうしよう。松本医師。目先は一体どうなったのだ？正肉様、美咲様の症状は、老化花粉症です。映画文章。暗いコーティーには、桜の木はない。今は桜の季節でもない。どこで防化花粉に触れたのだ？この黄花粉症は、顔面に食べ物に混ぜたものではない。おそらく、美咲様の日用品に関係があるでしょう。杉を呼べ。美咲様、お顔はどうしました？何をしている！美咲様のそばにいるのに、美咲様が黄花花粉に過敏なのを知らないのか？なんで桜かぶれさせた？話せ！美咲様を陰で害したのか？正信様、無実です。私は美咲様と一緒に育ちました。美咲様に心から忠実です。美咲様を害することはできません。聞くがいい。美咲様の最近の日用品は何か変なところは？ないです。あ、レンナ様、美咲様に化粧風を差し上げました。宮入りを祝うと言って。まさか。この女、
何を言っているの？次、その化粧粉を持ってこい。マサシン様、この粉の中に確かに混入しています。微粉末にした黄花花粉が念入りに調べなければ全くわかりません。レイナ様、なぜこんなに私を傷つけるのですか？何を言っているの？私じゃない。シンシン様、ご明察。この件は、レンナとは関係ありません。ミサキは明日宮入りです。5歳のことを手抜き？私は彼女が嫌いでも、桜井家の栄光をかけるわけにはいきません。父さん、カイネの言葉は信じないで。私の意見では、黄花花粉は彼女自身が用意した。私と母に罪を着せようとして。メンナ様、なぜこのように私を疑うのですか？もしあなたと母を陥れたいなら、もっと早くやっています。でも明日、私が宮入りする日です。なぜこの時期に自分の前途を開けてあなたたちを陥れるのですか？父さん、ニャナが恥をかかせました。明日は宮入りしません。娘をぶつけさせてください。明日、宮中に訃報を届けてください。ミサキ、何をしているの？君は天皇の使命だ。安心しろ。父が必ず君の味方だ。私の味方？ふん。ただ私が死ぬと、桜井邸が巻き込まれるのが怖いだけ。松本医師、君と下男たち、邸内を捜索せよ。どこにあるか探し、この人を害する者。はい。マサラマ様、見つかりました。レンナ様の後の庭で見つかりました。確かに、黄花花粉です。そんなはずない！父、本当に私じゃないです。シュシュシュ。彼女は君の妹だ。これで彼女を殺したいのか？桜井家全体を滅ぼしたいのか？父、本当に私じゃないです。私はやったことでありません。マハ、本当に私じゃないです。マサシン様、レンナは優しい子です。黙れ。証拠は確実だ。まだ彼女の言い訳をするのか。これが君が、私の代わりに育てた娘だ。精神よ。皆様、もし私が何か失礼したのなら、どんなに罵っても殴ってもいいです。でも、こんな風に私を害したのですか？明日は宮中に入るのに、この姿でどうしますか？桜井家の対面は、どこに置きますか？父。ミサキ、つつは、君の辛さがわかる。こうしよう。父が君のために正義を行う。主治人とレナを埋蔵に入れ、すめて、撃て。父、本当に私じゃないです。本当に私じゃないです。精神庫。連れて行け。精神よ。ミサキ様、薬を変えます。何日で治りますか？教鎮の指示通りに服用すれば、それだけで35日で治ります。ただ、ミサキ様の黄花花粉は本当に多すぎました。傷跡は残りませんが、完治するまでは、少なくとも半月はかかります。半月ですか？それでも十分です。この件はよくやりました。これはお受け取りください。教鎮はただ、捜索の隙に、黄花花粉をレンナ様の庭に撒いただけです。ミサキ様は身を危険にさらし、本当に苦労されました。松門医師、安心してください。キーチュで過ちを犯し、クエクポに罰せられた。あなたの弟は、私が宮中に入ったら、機会を見て彼を呼び寄せ、
もう苦しませないようにする。美咲様、ありがとうございます。これはお受け取りください。今回レーナ様と母上が無意打ちを受けたので、松本医師にはお世話をお願いします。安心して、諸人は必ず彼女たちをしっかり治療し、美咲様を失望させません。それでいい。もう遅いし、メナと母上のところへ行こう。女は弱いものです。このまま打ち続ければ、おそらく半分死んでしまうでしょう。舞交渉。この卑しい女、何の用だ。もういい。残りの10回は私が代わります。形だけでいいです。それで正信様にも納得できます。はい。君、何をしたいの？美咲、これ全部君の計略だったのね。これまで君たちがしてきたことに比べれば、この数命運など何でもない。私たちを陥れるために自分の顔をこんな惨状にしたの？明日入宮するの？寵愛を得れると思うの？このままで何ができるの？邪険な女。確かに美しいが、それで何？君は諸子でしかない。明和町には、これまで諸子が妃になった例はない。子女でもして、ミーチューで追い死ぬがいい。君、私が入宮するのは皇后になるためだ。それ以外では、他人の料理を作るの？これまで我慢してきたから、もっと早く気づいていたはず。欲しいものを手に入れるためなら、どこまでもできること。私は母上ではない。桜井誠一の一言で、命を懸けるような。私はよく知っている。自分が何を欲しているのか。必ず自分を隠しなさい。実権を握りなさい。聞こえましたか？母じゃん。今日は娘が母上の利息を取り返します。いつの日か、血で血を返す。美咲、これからは、自分を大事にしてね。実のところ、正信様は美咲様を心配しています。もし本当に心配なら、母の死はそのままにしなかった。彼はただ、モゼンで泣いて、自分のために自負の身を得ただけ。大丈夫です、美咲様。ミーチューに入れば、美咲様の養子なら、天皇の寵愛を得るのは簡単です。その時に、乙人の無実を晴らしましょう。国営坂味方、ここでお待ちください。天皇が早朝を退朝しましたら、モゼンにお呼びいたします。私は新参ですので、まだ宮中のしきたりがよくわかりません。今後は淳之介さんにどうぞよろしくお願いします。弱味方は聡明で、容姿も美しいので、必ず天皇の寵愛を得ます。
春樹星さん、私は新参ですので、お金もあまり持っていません。では、これ、どうぞ、お受け取りください。いえいえ。若味方の身につけているものを精進がいただくわけにはいきません。これは高価なものですので、若味方ご自身でお大事に。美咲様、宮中に入る前、正信様は200両渡しました。宮中に入った後、宮中の下僕にご利益を渡すためです。他の人は渡したのになぜ美咲様は一緒に渡してお世話になっていないのですか？彼はもらえない。彼はもらえない。まあ、暗い子。とはいえ、昭和2での交換でしょ？せめてもの、桜井皇帝出身で、これほどまで、さまつだな。リヒャラ様は違います。父は水運総督で塗り見湯した時から画人。実家からも嫁入り道具。リヒャラ様はあの才女よりはるかに上です。リーヤン様、理筆ですが、あの人は書筆です。あの姿を見て、何か持病があるのかも。できるだけ避けよう。もういいよ。塗るにはしたら、皆姉妹だから、少しは口を慎んで。ごめんを。味方様、命を。ごめんを。味方様、命を。ごめんを。命を。味方様。憲法は朝廷で王冠を取り締まり、お前たちは、この高級にも手を伸ばしたのか。さっき、どの手で取った？早坂の女子、左手です。ならば、右手を切り落とせ。それからクエ希望に送れ。早坂の女子、ごきげんよう。皆さんの様子を見ると、さっきは笑い合っていたのに、今はどうしたのですか？私が罪人を罰したので、皆さんが驚いたのですか？祭二の桜井美咲。鞘坂の女子様。鞘坂の女子様。ご多福をお祈り申し上げます。堅苦しくないで、起きなさい。本来は天皇が及び、皇后が急に心臓発作。天皇は体調後、フォーデへ急いで、皇后のご身の地で私が来ることになり、思いがけず、こんな面白いものを、天皇は御前で、汚職を取り締まる一方で新しく入った。お前たちは宦官に賄賂。それぞれの家柄も立派な家のはず。こんな汚いことを一体どこで学んだ？早坂の女子様、お怒りを、側室が間違いました。私はわかる。初めて入った、身寄りもない宮中で生きやすく、助けが欲しい。人情の常。冷め目はしない。しかし方法を間違え、道を踏み外せば、待ち込まれるのは、お前たちの実家だ。味方様のお言葉、側室が無知で大きな過ち。味方様、ご監視を、側室に改心の機会を。味方様、改室に改心の機会を。桜井才入。お前は賄賂を渡してない。なぜ一緒に謝罪するの？味方様。俊之介に渡さなかったのは、渡したくなかったからではなく、むしろ、房室には足し出せるものがなかったからです。俊之介は受け取りませんでしたが、房室は本当によさな心を抱きました。間違いは間違いです。早坂の女子様のお言葉。まあ、初犯だから、今回は許してやる。私は、天皇と皇后には言わない。しかし今後は身を正して、もうよかしゃな心を抱かないで。起きなさい。早坂の女子様、ありがとうございます。よし、今日はこれで、各自の宮殿へ。自分の配属はわかってる？私なら、本当にバカだね。
さっきの早坂の女子、お土産のこと知らなかったのに。でも君は、自ら出て認めたのね。こんな単純で、宮に入っても身を守れないだろう。でも、早坂の女子は、もう許してくれましたよね。多分大丈夫だと思います。何がわかるの？早坂の女子は表面で済ませたが、実は我々の弱点を握ったのだ。もし天皇の寵愛を得れば、彼女はこのことで我々を脅迫するだろう。この格好では天皇の寵愛など得られない。君はその心配はないだろう。私は蘭様ほど美しくも、頭も良くないです。これから同じ殿で、どうぞ蘭様によろしくお願いします。私は君とは違う。もし今後、私についてくれば、いつか女子や妃になれば、君を守ってもいい。では、ありがとうございます。では、私は先に帰ります。何か聞きたいのですか？なぜ自らお土産のことを認めたのですか？はい。若味方、リハラキコ人の言葉は気に入らないけれど、一理あるのです。早坂の女子、さっきは疑ってもいませんでした。なのに、それから、さっき矢兵衛がなぜ淳之介にお土産を、なぜ彼はもらえないと言いましたか？返報は午前で汚職を取り締まっています。千代島邸でよく話していました。午前で取り締まり始まったのなら、高級でもきっと、この風潮を浄化するでしょう。先ほどリハラ貴人が銀を渡したとき、窓の下に古女官が立って、こっそりと殿内を覗いていました。みんな新しい側室です。何を見るものでしょう。その時私は思いました。彼女は天皇、または各天の味方様が私たちを監視するために送った人です。では若味方、さっきご覧になったのに、なぜそれでも銀のペンダントを取って淳之介に渡したのですか？覚えておいて。この宮で厄介なのは、決して我がミハーではない。厄介なのは高2のような欲感や自社だ。もし私が間違っていたら、彼女たちは恩恵を与え、私は与えなかったので、後で彼に嫌がらせをされるだろう。でももし渡したら、彼が粗末だと嫌がって受け取らなければ、話はまた違う。でももし私が正しければ、彼女たちは恩恵を与え、私は与えなかったので、考えてみて、長谷坂の女子はどう思うでしょう。それなら彼女は、若味方を褒めるでしょう。はい。早坂の女魚が褒めたから、他の人は私が賢いと思い、油断しないでしょ。先ほどリザナ貴人が話したとき、私をバカだと思っていた。みんな私がバカだと思えば、油断してくれるでしょう。これが狙いです。これで私は邪魔者にならない。早坂の女子がこのことを天皇や皇后に話したら？たとえ早坂の女魚がこのことを天皇や皇后に話したとしても、4人とも同じ過ちを犯したのです。もし罰するなら、4人とも罰せられます。彼女たちは皆家柄がある。こんな小さなことで天皇は彼女たちの実家を怒らせない。法は衆を罰せず、それが道理です。神か、本当に頭がいいです。今は宮に入ったばかりで、状況が不明です。一番の方法は、馬鹿を演じることです。でも若味方、ずっとこのままではいけませんよ。この作心が治った頃には、もう大丈夫だろう。ではもう時間です。早く帰って休んで。明日は六陸の味方様が皇后に拝謁する日です。本番が始まります。昨日は君たちの大切な日でした。本来なら謁見すべきでした。私の体が不調で心臓の調子が悪く天皇を引き止めてしまい、気にしないでください。皇后様のお言葉、恐縮です。
体のご健康が何よりも大切です。法皇様のご責任ではありません。昨日は皆でお世話をさせていただいた時にもご存知です。翌田様は必死に天皇を説得し、新しい側室の方々に冷遇されないように、綾乃妃が媚びを売って天皇を無理やり自らの宮殿へ。昨日の妹たちはもう天皇のご尊顔を拝見できたはずです。さすが宮中、真言二語で。我々新入りを。まだ会ったこともない綾乃妃を恨ませようと。即死。皇后様が昨日心臓不調で心配でした。父に頼んで100年の山ザミを探して皇后様に献上いたします。秘訣を補うのに最適です。お受け取りいただければ幸いです。この山さんは品が良い、早坂の女子、心遣い。早坂の女子は心遣いです。ですが、皇后様の心臓不調は体内に熱があるためで、いい虚格好の症状です。この症状では、この三々は使えません。皇后様、お許しください。号室はこれを知りませんでした。お咎めなさらないでください。君の心は良かった。私が咎めるはずがない。では、これを受け取ります。ですが、これを他の人に渡してもいいですか？もちろん構いません。ツミフェは妊婦です。この素晴らしい山山は彼女に最適です。今日はこれを泉フェに送ります。ツミフェに代わり、皇后様のご恩に感謝いたします。お帰りになったら、早坂の女子の気持ちを伝えて。では、私も疲れました。皆、退下しなさい。暗い妻女、お待ち。これが資金難航です。肌荒れに効きます。とても良いものです。皇后のゴミの血で、これをお渡しいたします。朝夕、顔に塗ってください。5日もすれば、顔の腫れや血の塊も取れます。側室、皇后にお願い申し上げます。皇后様は噂通り、麦天下で優しくて。この深宮では、優しさは役に立たない。でなければ皇后は、綾乃妃の圧迫の中で、これほど長く皇位にいられない。しかも今日は、初対面なのに、彼女は前もって、私の肌荒れを知っていて、朝から用意していた、症状に合った軟膏。誰がそこにいる？第二の桜井です。綾乃妃に参ります。若田様、ごきげんよう。養教在の。三方様、桜井公の娘です。昨日他の3人の囚女と共に入内しました。倉井誠一の娘だったのか。起きなさい。あなたの父と私の父は、趣向もあります。処女ではありますが、平下する必要はありません。暇があれば、私の殿へよく来てね。きっと、いいこともあるわ。航空では派閥を作るのが。綾乃妃は、フォーオーデンの近くで、このようなことを公言する勇気があるのだ。皇后とは古い恨みがあるようだ。たたれば、必ず恨まれるだろう。でも承諾したら、皇后が知ったら。何？桜井才入。シャアなの？味方様のご好意に感謝いたします。それは何ですか？味方様。皇后、儀中のものです。皇后が嫌がらず、ただの妻女なのに、これほど重んじる。皇后と綾乃妃は、私のような新人をとても気遣って、私のことを、顔の失神や吹き出物、今夜召されたとき、天皇を驚かせる。それでこの
失禁難航を賜ったのです。方法が餓死したのなら大事に使いなさい。今日は本当に怖かったです。綾の引きの態度、我が身方を食べてしまいそうでした。私を食べることはない。食べるのは、東愛を分け合う人だけ。今日の拝謁で、リーハラキヒトが大活躍。いつ頃、称されたと聞こえるかな。リーヤン貴人は今日、皇后の気に入りです。皇后はきっと、天皇の前で推薦するでしょう。すぐ召されるでしょうね。それなら、お祝いしなきゃね。若味方も、早く顔を直して、若味方は一番美しいです。天皇が若味方を必ず気に入るでしょう。これは使わない。怪しいものだから、まだ時期が来ていない。今月の月礼が来た。お前、ついてこい。月礼を受け取りに。はっきり見ています。さっきリハラ貴人の月礼お持ちでいらっしゃいました。道理では私たちの月礼もついでに持ってこれるはずなのに、自分で取りに行かせるなんて。おや？長生きだな。あのリハラ貴人は、今天皇の寵愛を受けている。あれは何の身分だ？お前たちは何だ？この月礼は、取るも取らないも。ちっ。お前！かいよか、気にしないで。内務局の奴隷はいつもこの調子。いずれごねどころに入れば、彼らが取り入る日が来る。では、月礼を取りに参ります。若よファ、あの影子はいつも怠けています。私なら、しっかり懲らしめるべきです。あの下女が、なぜそんなことができる？あの下女は無力で、どうしてあえて、若法彼女の背後に。ではどうします？先帰ってください。ドアを閉めて、若瓶方に話があります。千代か、情報を入手しました。異名の人が銀を受け取り、教えてくれました。明日夕方、天皇は皇太后へ拝謁。遊園の北東角を通ります。それなら、早速準備しなければ。持ってきた黄金色の雲織人羽織でしょ？明日それを着て、天皇に偶然会う。はい。この着物は、綿見方の体を引き立てます。それに、舞を披露すれば、天皇も必ず喜ばれます。もともと争いたくなかった。でも君も見ている。高級の女たちは、寵愛がなければ将尉界よりも辛い。もしも、努力しなければ、おそらくこの高級で、私の居場所は、もっと狭くなるだろう。ただの才女、目論みよ。待ってろ。綾の光に告げに行く。顔はどうしたの？ナビ、内務局へ品物を受け取りに行ったとき、あの人たちに馬鹿にされ、口論になって。私が寵愛されないので、皆も一緒に辛い思いをさせてしまう。今日、ホ家から品物が届きました。君にもプレゼントを用意したわ。スニ、渡して。何？嫌なの？ツビ、そんなことは。早く開けてみなさい。気に入るかな？
何を叫んでいるの？若味方を驚かせるのだぞ。何？ただの同心さじゃない？驚いたの？これは、弟の同心さ。彼に何をしたの？まだ12歳なのに。なぜこんなにも残酷なの？安心しろ。無事だ。でも次は、わからないね。君の家は、今日の正町麹にあるよね。そうだよね。あの場所が、急に火事になったら、どうしよう。家業方、私が悪かった。もう一度、機会をください。今日綾菜妃は空振り。火と引いて打ちだけ甘い方だ。もういい。うなぐなら使うな。使うなら疑うな。もう一度機会を与えよう。綾乃妃は何の用？綾乃妃、お金を渡して若味方の行動を監視させました。若味方だけでなく、今回新しく入った若味方のそばにも綾乃妃の手が入っています。今後綾乃妃がお金を渡しても受け取りなさい。私の一挙一動を堂々と報告しなさい。でも何を言い何を言わないか教えなくてもわかるだろう？若美香のこと、今の宮中で一番輝いています。天皇は2日連続で昇降しました。これは綾乃妃だけが受けた恩寵です。これらのお土産を。もちろん、私は。リアン様、連日のご恩寵。美咲、少しお土産を。ご嫌いでなければ。この真珠は小さいし、床に落としたら見つからない。こんなものを差し上げるなんて、ちょっと粗末でしょう。これは綾乃妃からいただいた邪視品、真珠。東海のアコヤから、これこそ、万里に一つの一品。こんな美しい真珠、側室は見たことがありません。このピンクはリヘナ様にとてもよく似合います。また、綾菜妃はめったに人に贈り物をしない。ご方がリヘナ様を大切にしているのがわかります。それがなんだ？これを見なさい。これは皇后から民買った数煮です。細工も精巧で、とても気に入っています。この数煮も美しいですが、少し地味ですね。比べると、回質は綾乃妃からのあのイヤリングの方が美しいです。何をしているの？矢の日の贈り物はいいが、性格が傲慢だ。彼女について何の得がある？皇后についた方がいい。やはり高級の主。普通の側室など、比べ物にならない。新しく入った身の上で、力は弱い。最も頼りになる人につかなければならない。そうすればこれから道が開ける。わかったの？リアン様のご指導ありがとうございます。これからは皇后につく。君は私につけ。君の養子では天皇の寵愛は得られない。私をよく世話して食べさせてあげる。それぐらいは簡単だ。本当にそう言ったの？リは嘘は言いません。リーハラ二条は本当にそう言いました。また、これからは皇后につくとも言いました。桜井妻女は寵愛なし。桜井も彼女につかせようと。ただの貴人で、入ったばかりで、すでに将来を図り始め、派閥を作り始めたのか。皇后につきたいのなら、その願いを叶えてあげよう。皇后は天皇に公平に寵愛するよう進めるのが好きだろ？そうそう。ヌビです。慶子峰へ行きなさい。伊原祈祷は風邪をひいた。今夜は奉仕できない。松本久樹にも頼んで、天皇に京華堂に桜井妻女がいること。ゆりみは以来、天皇に謁見したことがないこと。はい。
リーバン貴人が風邪をひいたと言ったが、それが何を意味するかわかる？味方様、ご安心ください。夏日はどうすればいいかわかります。リーハラ様はどうなさったのですか？こんな蒸し暑いのに熱中症になってもいいのですか？ザヨーカは涼しさを、布団をしっかりかけず、風邪をひいてしまいました。病気の時は召し上がれません。医師は汗をかいた方がいいと。若魚方は、あれが貴人が倒れました。急いで医師を呼んで。早く、天皇に伝えて、私が倒れたと。天皇は心配してきてくれるはず。早く。イーアン様、勝る必要はありません。ただの風邪ですから、1週間ほどで治りますよ。なぜ、真夏日の太陽の下で、こんなに辛抱するのですか？何がわかるの？お前に伝えたの？天皇は私が倒れたことを知っているの？中身か、2度も伝えました。もし天皇が来たら、こんな惨めな姿は見せられない。ねえ子、早く化粧を手伝って。おめでとうございます。フォー王子がニューカ殿へ向かっています。早く準備してください。イーゲンズジュ、何で来たのですか？貴人の調子はいかがですか？もうだいぶ良くなりました。ご心配ありがとうございます。はい。若見方、お待ちください。今日の天皇は、貴人の札を選びませんでした。私じゃない。なぜ私じゃないの？さっきこの寺社がいたじゃないですか。今夜は私の札を天皇が選ばれたと。バカ。この野郎。刑事坊に来たばかりだ。きっと、掟を間違えただろう。桜井祭女、おめでとう。今夜天皇が選ばれたのは、あなたの札です。中見方、ご無沙汰です。どうぞ。清方、間違いありません。天皇が選ばれたのは本当にあなたの札です。地元夏助、さっきの寺社が伝え間違い、我が若見方、まだ身支度がすくんでおりません。美写、少々お待ちいただけますか？私が手伝いますので。それは無理だ。これは掟がある。時間を無駄にできない。桜井祭女、私を困らせないでください。侍者の言う通りです。掟は破れません。早速美女社と参ります。この顔で召し上がるなんて、天皇を驚かせるつもり？桜井祭女が召し上がる機会を、綾の日が何とか手に入れてくださったのです。桜井祭女、大切にしてくださいね。ありがとうございます。それから綾の日、この機会をいただき、ありがとうございます。一挙三得だな。さすが綾の日。わざと伝え間違えて、伊原貴人を、身支度の時間を奪い、天皇にこの姿を嫌わせようと。立派な計略だ。でも君は、それを許すと思っているの？祭儀の桜井美咲。天皇陛下にご挨拶申し上げます。天皇陛下、万歳でございます。顔を上げて話せ。前に来い。すすぶくを取りなさい。はい。側室、承知いたします。
一葉の真みなりに雨満筋。輪に浮かぶもやの光。小薬は春の涙を含み、弱々しきバラは枝にかす。これは、真の正の隠れ詩。あまり有名ではない。あまり知られていない。君は知っているのか？父ションは潮目で、側室もそれを見習い、少し心得ています。天皇御前で披露し、笑われるのが恐れです。いいじゃ、小亀を。このように、召し上がりたくないのか？天皇、作式。怖がらないで。ジェンは洪水猛獣ではない。ありがとうございます。美しい要望だが、なぜ頬の発疹は、もう治っているのに、この格好をしている。側室は怖いです。泣かないで。何が怖いの？ジェンに話して。ピカ。側室は寵愛を恐れ、よこしゃな考えを抱きました。他の人は寵愛を得られないのが怖い。君は寵愛を得るのが怖いのか？側室の側室は、父の寵愛を得たため、母の嫌がらせを受けました。側室が5歳の時、側室は小さな過ちを犯しただけで、その時の母は、側室を殴り殺しました。国室は寵愛を望まず、いつの日か、国室と同じ末路をたどるのを恐れています。怖がらないで。当時のお父様は、側室を守れなかったが、しかし今は、君はテヌの側室だ。天が必ず守る。しかも宮中には礼儀がある。誰も、むやみに君を罵ったり、殴ったりできない。雷は怖くないって。こんな泣き方、人に見られたら、今夜、テムがいじめたと思われるぞ。天皇。雷が怖いのだね。雨が上がってからでもいい。今日は残れません。そうでなければ明日は噂が。側室が御殿に長居したと。今日は初めての証拠です。目立ちたくないのです。わかった。なら、送ってもらう。はい。今日はこちらから出る。顔の発疹は全治した。明日皇后のおもてなしに行くとき、もし人から聞かれたら、発疹はどうしたの？その時は、天皇が医師を呼んでもらったと。ご恩に感謝いたします。側室のことをご配慮いただき。こっちに来て。明日雷雨が収まったら、また呼ぶから。赤獅子。ご用命は？外は嵐だ。桜井城西を送り出せ。天皇。言って。
若味方は一夜の昇降で錠剤に昇格です。これでも陛下が若味方を愛しているのが今日のこと。どれも個人の過ちです。若味方には気になさらないで。感謝しているのに、どうして責めるでしょう。なぜこんなに長い時間？イアン様、まだお休みでないのですか？病気中ですのに、雨に濡れるのは良くないですよ。お顔は？今日命院した際、天皇は私の顔に発疹が収まらず、医師に診察させていただきました。医師の手にかかり、針と薬を施したところ、本当に治ってしまいました。天皇はあなたを気に入っているのね。リハナ様には及びません。さっき医師が診察しているとき、天皇は私たちが同居していることを知り、ずっと、リハラ様の調子はどうかと聞いていました。それから、暇があれば、リハラ様を見舞いに来るとも。私はあなたより早く天皇に仕えている。天皇との関係は、あなたなど比べ物にならない。警告するわ。一度召されたからといって、私と対等になれると思うな。私は貴人だ。あなたはただの妻女。もし天皇を惑わせたら、皇后に告げるわ。藤方、何をしていますか？こんな大雨ですよ。早く戻りましょう。桜井才女。いや、桜井長在は本当に美しいですね。これほどの美貌。なのに長在の位しかないなんて。美咲ちゃんはかわいそうです。こんなに長く病気で薬をたくさん飲んでも治らないのに、天皇に会っただけですっかり治ったのね。朝谷殿の竜の木が人を養う。本当だったのね。側室は病気が長引き、皆のお世話になり、丁寧に世話をしていただきました。皆の優しさは、側室は心に刻んで、決して忘れません。皆同じ家族です。いちいち立ち上がる必要はありません。どうぞ座って。花宝様、ありがとうございます。あら、あなたが召されたから、新しい側室たちも、寵愛を受けたのね。数日寵愛されたって何？我々は側室であり貴家。最も重要なのは、天皇の子孫を残すこと。それにしても、泉妃のこの子、もう6ヶ月ですよね。そうです。それならもっと気をつけて。どこへ行くにも気をつけて。特に転んだりぶつかったりしないように。綾の日、そうでしょ？泉妃のお腹。見た目からも服装。見た目からも服装。私のように不吉なことはない。天皇が昼食に招いています。時間遅れそうなので、失礼させていただきます。失礼だ。綾の日は礼儀知らず。皇后様、何もしないのですか？知ってるでしょう。彼女は不運で、6ヶ月の時転んで、子供を流した。それでも。桜井長在。どうしましたか？風邪をひいたので、喉が痛くて、モゼンで試技しました。皇后様、お怒りなさらないよう。大丈夫。最近天気が変わりやすいので、皆さんも気をつけてください。今日は用事もないので、体調が悪いのなら、早めにお宮に戻って休んで。龍内妃。君か。綾の日のご引き立て、ありがとうございます。私に何をありがとう？皇后から主金断行をいただいたでしょ？それを受け取り、私との関係も知っているのに、なぜ私に礼を言うの？本当に側室のことを思っている人。それとも、気休めだけの人。側室はよくわかっています。側室は入内して1ヶ月。皇后は本当に世話して、皇室は早く天皇に会えた。綾の日がいなければ、
洞窟はこの深い宮の中でずっと沈んでいたでしょう。様子はいいが、頭が悪い。私が出たと思ったら、すぐについてきた。自分の思いを隠せないのか。でもいい。こんな馬鹿は操りやすい。私も使い手を残しておこう。まだ病気だと聞いた。なぜひざまざいているの？早く起きなさい。綾の日のご世話、ありがとうございます。物質は入内したばかりで頼る人も、もし綾の日かが嫌わなければ、物質は妃の宮殿へよく伺い、母方のそばでお世話いたします。いいわ。まだ病気なのなら、早く戻って休みなさい。味方様、本当に綾の日に着くのですか？有内前から聞いていますが、天皇の寵愛を受けていて、性格はきっと深く傲慢で有名です。それに比べ、下女は皇后の方が優しそうで、少なくとも若味方を陥れないでしょう。あなたが嫉妬深いと言ったのなら、必ず寵愛を受けた人を陥れるでしょう。今回初めて召され、ツアも上がったので、彼女は必ず気にかける。私は彼女の人間になり、彼女の手先になれば、最後に私を陥れるでしょう。私は少し時間が必要なのです。美咲はおめでとう。今日も天皇が美咲の札を選びました。2日連続で選ばれるなんて、以前は綾の日だけが受けた栄誉です。お坊さんはご存じないでしょうが、若味方が風邪をひいて、今は高熱で床に起き上がれません。若味方は病気で天皇に移すのを恐れて、今日が表に行けません。昨日帰ってきた時は元気だったのに、どうして病気になったのですか？ひどいですか？医師を呼びましたか？若味方は体が弱く、昨日雨に濡れて朝起きたら病気になりました。若味方は隠したいので、私に医師を呼ばせません。生姜湯を飲んで汗をかけば治ると、私も止められませんでした。昨日は私も見ていました。リハラキトが美咲の傘を奪い、雨の中に立たせたのです。それが原因で、美咲が風邪をひいたのです。お坊さん、ご乱言を。若味方は、リハラキジョンと口論などしたことはありません。昨日は私も見ていました。隠さないでください。美咲をよく世話しなさい。では、失礼します。天皇にこのことを報告します。何？主人は病気なのに、まだ表に行くの？白昼夢を見ているのね。諸子の付き人は礼儀知らずだ。私は義人だ。目先はただの錠剤。私が話しているときは、彼女は許容しく、最後まで聞かなければならない。お前は何者だ。主君に言い返しなさい。自分の身の程を知らしめなさい。チミ方。松本之助は帰りました。顔はどうしたの？いえ、自分で不注意でぶつかっただけです。リーウェンキエンですね。中味方気にしないで。リハラ二頭は若味方が寵愛されるのが嫌なので、辛口なことを言うのです。リーヘンキル。ニーナイまだ1ヶ月も、これだけ威張る。きっと末は良くない。では、早坂の女子に伝えて。とても気分が悪いので、病気を2人に移したくないと、今夜は一緒に食事に行かないことにします。15分後に行って、早坂の女子、ごきげんよう。リーハラティジン、ごきげんよう。我が若味方は体調不良で病気を2人に移したくないので、今日はご一緒に夕食をとりません。
来ないなら来ないで、誰が呼んだの？本当に自分を味方だと思ってるの？桜井茶具剤はもう良くなったと思ったのに。思いがけず悪化したのね。私が見に行こう。早速、桜井錠剤が何をしようとしているのか見てみよう。大将だわ。こんなにいい娘が、こんなに痩せて、事前に私に知らせて、それなら医師を呼んで見てあげたのに。心配していただきありがとう。私は大丈夫です。寝れば治ります。何を演じてるの？人が病気でも、君も病気？風邪をひいただけで、末期の病気のようだね。リヘナ貴蓮体質は人それぞれです。若見方は、デーデの頃から病弱でした。若見方？味方が話しているとき、芝木が口を挟む資格はない。君の主は初出だし、家でも疎まれてた。病弱だったとしても、十数年も無事生きてきた。家では平気だったのに、宮に入ると風も吹かれず、日も当たれないの？リウェン・キレン。同じ屋根の下です。言葉は少し優しくしましょう。リヘナ様、勘違いです。もし何か、リハナ様を怒らせたのなら、どのような罰でも受けます。必ず改めます。まだ終わりじゃないの？本当に死にそうなら、医師を呼べ。呼ばないのは、医師にバレるのが怖いだろ？それほど重くないのに。今、誰の前でかわいそうを演じてるの？君は。天皇比嘉稼働！天皇陛下、ごきげんよう。天皇陛下、万歳です。まだ病気は治っていないと聞いた。陛下、私は幼い頃から体が弱いのです。この風邪も7、8日経っても治りません。でもさっき桜井長在に話しかけていたときは、元気に喋っていたのでは？私はしていません。桜井長在が病気になったのは、君は知らないのか？君は桜井長在と同じ屋敷に住んでいる。彼女が入宮したばかりでからかっている女でありながら、これほど嫉妬深い。では昔のお家で、お父様はどのように教えたのだ？リーシャ、ご明察。桜井錠剤の風邪は、私とは関係ありません。信じないなら聞いてください。リーシャ、私の病気は、本当に体が弱いからです。リハラ様とは関係ありません。しかも、リハラ様は優しくしてくれます。陛下、どうかお怒りなさらず。ジェンは目で見たものしか信じない。リーシャ、ご明察。私は本当にしていません。本当です。さっきまで病気は治っていないと言ったのでは？どうして今は喋りまくり、咳も一つしないのだ？お父様は教えなかったのか？天皇を欺いたら、どのような罪か？陛下、ご勘弁。ベチャン女主、チェンの旨を伝えよ。リハラ貴人は天皇を欺いた。行いは憎ましい。心は打つべき。即刻諸人に落とし、霊入に入れよ。この薬、つないです。超人のリハラが君をいじめたことはチェンも思いかけなかった。チェンは約束した。君がチェンのそばにいる限り誰も君をいじめさせない。今日から君は桜井隆とだ。新しく入ってきた者たちはもう君をいじめることはできない。はい。
天皇、仙外師が言っていました。ガワ室の風邪は重くはありませんが、病気は他人にも移ります。もし側室が天皇に近づいたことで、天皇のご体に障りがあれば、ガワ室は日夜心配でいられません。君は、天を追い出そうと。側室はそんなことは。天皇は天子ですが、同時に側室の夫でもあります。側室は病気ですので、もちろん夫がそばにいてほしいです。しかし天皇は天子ですので、それだからこそ、天皇をそばにいさせることはできません。天皇は側室を心配して、側室も天皇を心配しています。側室は、天皇が無事でありますように。わかった。では、ゆっくり休んで。またの日に来る。はい。カビが、さっき天皇が帰るとき、顔色が良くなかったようです。顔色が悪いのは欲しいものが手に入らなかったからよ。彼に従う人は多い。私は彼に断られる味を知ってもらいたいの。でも若君方このまま何度も天皇を断ると、天皇が怒ってもう来なくなったらどうします？手に入らないものほど人は気になるの。私は彼に私を思わせたいの。王子。自民方、何かご用ですか？矢の日に返事するとき、こう伝えなさい。今日の天皇は私のところに残るつもりでした。でも私は必死に進めて矢の日のところへ行かせました。わかりますか？はい。若君方はどうして今夜天皇が綾の日のところへ行くことを知っていますか？返報の気まぐれです。歌人なんて天皇の心を動かせますか？これは綾の日かに私が味方だと伝えるため。それで十分です。そうだね。今は貴人だから、美写を呼んでもいいわね。クレクフォーへ行き、松本医師の弟を呼んできなさい。一つは恩返しです。もう一つは、身内の方が頼りになります。はい。聞いたところ、先や天皇を追い返したのは君だった。なぜ？側室はおととい召され、もし昨日も召されれば、掟に反します。一つは風邪をひいて、処されるのは無理。二つは宮中の側室、綾の日の身の方だけが連日召される幸運。側室は恐縮です。胃の方と比べられません。気が利いているわね。孝子、渡しなさい。これは高価すぎます。馬和室ではいただけません。受け取りなさい。今の君は、歌人です。さまつな身なりはダメ。安心しなさい。私についてくれば、これからの恩恵は、これだけではない。三河様、ありがとうございます。貴人になったばかりで、各殿から狙われているのだな。ジャッキ方、どなたが来ましたか？美咲様。この先、もうお会いできないと思いました。兄さんに約束した。必ず助け出す。これからは私の元にいて、もう誰もいじめはしない。若見方のご恩、感しきれません。心からお使いいたします。犬馬の労を惜しみません。子供の頃、兄さんと同じように医者になりたかった。まだ4、5歳の頃、たくさんの医術を知っていた。しかし家に不幸が起こり、仕方なく宮中に売られた。才能を生かせなかったのだ。宮中入り以来、大医院で雑用をしていました。暇な時は遺書をたくさん読みました。旧役簿に入れられたのは、
遺書を盗み読んで見つかったからです。でも、女才は少し医術があります。いつか若見方のお役に立てれば。今から手伝ってほしいことがある。これを調べて、このイヤリングに何か問題はない？中方、この真珠に異常はありません。中は空洞で安息鋼が詰められています。これは非常に高価で、安眠や精神安定に最も効果的です。よく身につければ体に良いです。意外にも何もないのだな。でもこれは高価なもの。なぜ綾の日は私に？もしかして何か隠されているのだろうか。福ぞ。これらの品物をもう一度、何か問題はないか調べて。ジャコギ方、クアクテノからの祝儀は一つ一つ調べました。問題はございません。ゾウミカは今寵愛を受けています。彼女たちは取り入ろうとしているのに、どうして？これらの中で、綾の日からのイヤリングと同じぐらい価値のあるものは？一番価値のあるのはこれです。霧島妃からのものです。朝中香水。マンゴーの王と呼ばれています。とても貴重です。霧島妃は香りが大好きで、天皇からもいただいています。これを差し上げたのは、明らかに若見方を取り込もうとしています。見て。下の香料は上の香料より色が少し濃いでしょ？ああ、本当ですね。ここに蓮子が混ざっています。それは何ですか？毒がありますか？これは無毒です。他の香粉と一緒に炊くと、秘訣不足を改善する効果もあります。しかし、安息鋼と混ぜると、女性の子宮を傷つけます。長期的に使用すると、女性は不妊になります。もし妊娠しても、流産する可能性が高いです。つらしい。綾の日と霧島妃、手を組んで若見方を、寵愛を受けても、子供ができないように。今回、福子が医術に詳しくなければ、本当に騙されていただろう。思いがけない。新しい貴人の私のために、敵同士の綾の日と霧島妃、手を組んでこのようなものを送ってきた。もしかして、彼女たちはずっと蔵で手を組んでいた。敵同士のふりは、皇后に見せる芝居。福ぞ、言って。綾の日からの耳飾りの香料を全部取り出して普通の強粉に変えなさい。それから霧島妃の朝露香水に混ぜた蓮香を全部取り除いて。さて、もう遅いです。では。早坂の女子。早坂の女子、何が起こったのですか？ご通言で何かが起こったのです。何ですか？泉妃は？さっき内務局の者が来て、泉妃が夕食後、体調が悪いと、さっきまで血が出たのです。出て行け！私の子はもう7ヶ月だ。こんな時に子を取ろうとするのか？天皇は？天皇に会いたい！この子はもう助からないでしょう。天皇陛下稼働！天皇。天
彼女たちが私たちの子を殺そうとしています。B 社、内目フィの大使は、もう息が止まりました。早急に取り除かなければ、味方の腹の中に残しておくと、味方の命に危険が及びます。そんなの、陛下。私たちの子は大丈夫ですよ。陛下。昨日まで陛下は会いに来て、まだ私のお腹の中で陛下を蹴っていたのに、どうして私に子がいないなんて言うのですか？今は体を大事にすることが一番だ。まだ若いから。また子供ができるだろう。内海妃の土体薬を用意せよ。どうやってお世話しているのだ？味方が妊娠して以来、工場女たちは全力でお世話しております。ですが、今日夕食を食べた後、鋳型が急に気分が悪くなり、すぐに医師を呼びましたが、医師が来る前に鋳型の下から血が出ました。夕食は何を食べさせたのだ？味方の食事は毎日、隊員の献立に従い、万一のことを防ぐため、宮中の小料理室で手作りしています。バイル、内部フィの夕食の残りを持ってこい。船外医師に調べさせる。B 社、コロノリジンジンスープに異常があります。相当量のゴミジ、サンデン、コンファ、フチ、モモジ、それにズソソウ。これらの薬、いずれも血行促進作用があり、さらにジソソウは先の薬の作用を大幅に増幅させます。泉妃はすでに7月目の身重です。これらの薬は一切触れてはなりません。いえ、この汚物がどうやって泉妃の食事に混ざったのか。ルビーも知りません。このスープの食材は、黒鳥は御前所から届いたもので、人参は山山を使いました。つまり、早坂の女魚が皇后に、皇后が泉妃にゆずずった山山です。調べろ。B 社、この赤い粉末は、先の血行促進の剤剤を粉末にしたものです。天王義前、後方義前。これは側室の仕業ではありません。側室は関係ありません。私は泉妃と何の恨みもありません。なぜ彼女を害すのですか？しかもこの山様は、皇后に献上したものです。皇后が使えなかったので、泉妃に譲っただけです。この急な事態、側室がどうして予知できますか？失礼。B さん、ご足速ください。江川之助。八尾保伝を徹底捜索せよ。はい。天宝、養蜂伝でこれを発見しました。よし。天宝、これは、泉妃を流産させたものです。現行犯で捕まったのだ。何を言い訳する？そんなはずない。そんなはずない。天宝、これは確かに陽華伝で発見しました。しかし早坂の女子の聖殿ではありません。それは、桜井千佳人の聖殿の寝室で発見しました。よし。この卑しい女。美咲。私は君と何の恨みもない。なぜ私を死に追いやろうとするの？気違いじみた。何様のつもり？早く引き離せ。君か。私ではありません。君は泉妃と無縁無恩。なぜ体内の巫語を害す？
それともこれらを企んで、早坂の読み子を陥れるため？結局君が入宮した日、早坂の読み子に厳しくしつけられた。先ほど、仙外市の話では、薬膳の中に隠された薬粉には、桃林が入っています。その通りです。それなら、君は大花粉にも、もちろん盲人にも過敏だ。だから入宮した日、顔に発疹が出たのだ。密かに準備していたのだ。お仏が自分について、報いを受けたのだ。私は君が入宮した日、少し叱っただけ。それで私を陥れようとしたのか。かわいそうな泉日と巫女。組むの駒にされただけだ。美咲、組は心が鬼だ。天皇もそう思われますか？私が寵愛を争うために、このようなことをするでしょうか？君でないことを願う。何か言い分はあるか？側室は自分を証明できません。汚いものが、なぜ側室の神殿にあるのかもわかりません。でも側室、もし本当に、このような計画をしたのなら、山さんが泉日の殿に入って、もう1ヶ月以上経っています。なぜ側室は証拠を捨てず、発覚して指摘されるのを待っているのですか？早坂の女子。私があなたを陥れたなどと、もし私が、これほどの毒の腕前があれば、なぜ直接あなたを狙わないのですか？こんなに大騒ぎして、かえって私に不利ではないですか？なぜこんなことを？あなたは知っている。天皇、美咲、皇后を害そうとした。証拠は確実。処罪に値する。天皇、厳しく処罰してください。天皇、チェンはこの件に疑問があります。ピズを害すれば、旧族を連座する重罪です。もし不明瞭なまま断定し、万一非能を冤罪に陥れ、事件を誤判したなら、本当に天大の無実です。皇后の言う通りだ。ジェンは約束した。君を無実の罪に陥れない。もし本当にしていなければ、必ず無実を証明する。ジェンを信じてもらえるか？側室は本当にしていません。誰が側室を殺そうとしているのかもわかりません。側室は天皇を信じます。天皇を信じ、必ず無実を証明していただけると。でも、側室は天皇を困らせたくない。今、すべての証拠が側室を指しています。側室は自ら獄に入ります。真実が明るみに出る日まで。その時は無実の身で、天皇のそばで使います。もし君を獄に入れれば、先入観に陥り、罪を確定させ、君の心を傷つけるだろう。それでは、一旦陽花殿に入居し、しばらく禁足していただき、チェンは速やかに調査し、君と泉妃の無実を証明する。君のせいだ！出てこいよ！今さら何よ！隠れ坊か？隠れていれば真実を避けられるのか？出てこい！話せ！信じない！伊原鬼牙人の言う通り、君は演技してるだけ！いつも可憐なふりをして、私は君に恨みはない。なぜ私を害するの？君の病気の時、心を尽くしたのに。昨日六物から祝い物が届いた。しかし、内室を通ったのは藤原長在、泉妃、早坂の女子、それに柳川長在だけ。だから犯人はこの4人の中に必ずいる。陸奥平はあと2ヶ月で出産。自分の子供を害するはずがない。安心については、明らかに泉妃の宮殿に送るとき、問題が起こった。藤原長在と柳川長在は、全く触れる機会がない。君は私を陥れた。禁足させた。今満足だろ？満足したのか？君の思い通りだ。なぜ私を害するの？なぜ私に公子を害した罪を着せるの？ふん。早坂の女子は、皇后の心臓病は体内に実熱があり、四虚格好の症状です。この症状では、君のこの心意気は全く必要ないです。皇后様、お許しを。ご愛出は知りません。皇后様、
お咎めなきよ。君は善意だった。私が咎めるはずがない。では、これをいただきます。でも、私はこれを足し上げたいのですが。もちろん構いません。積み火は妊婦です。この上等な山材は彼女に最適です。今日これを泉妃に送ります。内海引の代わりに、皇后様の恩典をありがとうございます。社皇后様についてこれほど久。これを知らなかった。恋だったのだ。鍵方、これまで何日も、これほど痩せてしまいました。彼女たちはひどすぎます。杉仙が医師の言っていた、泉妃の流産の原因の薬に、ジソソウという薬剤があったよね。これは非常に希少です。普通のところでは手に入りません。ピエチューにはあるが、しかし、御薬局には購入記録がある。だから彼らは、郊外で購入したに違いない。天皇が調査するなら、今日の薬屋を調べるはず。誰かが、ジソソウを買ったか。早坂の女子には、春蘭という次女がいます。父書に連絡して、今日の薬屋に合図を送って、春蘭の肖像画を渡してもらう。そうすれば宮中の人が調べたとき、春蘭を指摘してくれる。私の嫌疑は自然に晴れる。はい、若見方。では行きます。福子と一緒に宮外へ伝えます。鍵方、この偽善、もう少しで冷めます。少し食べなくても死なない。罪人の女。何を気取っているの？お前、ついてこい。申し訳ございません、美咲。湯膳をお届けしたところ、早坂の女子に呼ばれ、机を運ぶ手伝いをさせられ、そのため遅れました。大丈夫です。早坂の女子の用事の方が大切です。御膳をどうぞ。続け。今日の薬屋を回りましたが、この2ヶ月間、先生堂でのみシソソウが売れています。クスはこの頃、高級出入りのものの肖像画を薬屋の主人に見せて確認させました。その中の一人に少し印象がありました。天宝、八百波殿のさやさかの女木の次女、春蘭と申します。早坂の女行、大胆すぎる。天皇、大変です、天皇。うるさい！天皇、八百波殿の桜井隆治。彼女が。毒を盛られました。何？どうだ？天宝美社、桜井荷本は T ションの毒を食べました。幸い桜井荷本は食べる量が少なく、昼食もほとんど食べず、中毒は浅いです。半日ほどで目が覚めるでしょう。桜井隆人に急善したのは君か？はい、コーチンです。でも、コーチンも知りません。なぜ若見方が中毒したのか。コーチンは御膳を御膳戸から取ってきて、もともとは桜井隆人に直接届けるつもりでした。しかし、早坂の女子に無理やり呼び止められ、机を運ぶ手伝いをさせられ、そのため時間が遅れました。ただ冷めただけで中毒などありえません。引きずり出せ。杖50。クエク法に送り込め。天皇陛下、承知は無実です。天皇陛下。天皇陛下。早坂の女子を連れてこい。天本美社、ガ室を呼びましたか？毒にめ。まだ何人殺す気だ？天皇美社、何をおっしゃっていますか？ご質はわかりません。君が急善済み者を机を運ばせた。御膳は君の殿でのみ置かれた。食事にティショウを入れたのが君でないなら、他に誰が？天皇美社は、河室は桜井隆人に毒を持ったと疑っていますか？河室は桜井隆人に毒を持った？いいえ、天皇陛下、無実です。
素質がそんなことをするはずがありません。宇住深見母発をも害したのだ。何を恐れることがある。泉妃と巫女。彼女が殺したのです。合室ではありません。代理嬢は調べた。君の次女、春蘭が自卒を買った。彼女は自白した。天皇陛下、この件には何かがあります。きっと誰かが側室を陥れようとしています。天皇陛下。もし心に鬼がなければ、なぜ急いで桜井隆人に毒を盛り、口封じをしたのか。伝える。早坂の女御は、巫女を毒殺、死罪に処す、官老に収監、即日処刑。天皇。やっと目が覚めました。どうだい？どこが気持ち悪いの？天皇。誰かが私を殺そうとします。怖がらないで。これだけ辛い目にあって、君を害した人は、もう処刑するよう命じた。一体、誰が私を害そうとしたのですか？早坂の女子。食事に入ったピショは、彼女が入れたのだ。早坂のお姉様？私は一体何をしたのですか？なぜ私を害そうとしたのですか？伊坂の女子は君を妬んで、君を取り除こうとした。だから泉日母子を害し、君に罪を着せようとした。早坂のお姉様。なぜ私を害そうとしたのですか？私は彼女を怒らせたことはありません。もし何か不満があれば、直接私に言えばいいのに。でもなぜ、泉妃を。巫女の誕生は、あと2ヶ月です。このことを思うたび、本当に悲しくなります。もう泣かないで。君は弱いから、泣きすぎると体に悪い。ご恩に感謝いたします。無実を証明していただき、また、ご恩に感謝いたします。私を信じていただき。これだけ辛い目にあって。デヌのせいだ。君を守れなかった。天皇。エチャンジュジュ、伝える。桜井隆人を直ちに桜井の女子に、永福殿に移住させる。思いがけない早坂の女子がこれほどまでに邪悪だったとは。桜井の女子を排しただけでなく、泉妃の子宮までも両作しなかったのか。美咲ちゃんは入宮して数ヶ月で女子になったのですね。おめでとうございます。何が嬉しいの？命が危なかったのに。でも、なぜ早坂の女子は君を害したの？私は彼女と何の恨みもないのですが、なぜなのかもわかりません。今回は、補佐転じて福となったのだろう。今後は陛下に心から仕え、損愛を裏切ってはならない。はい。早坂の女子は臆病で、このような計略を思いつける。ただわからないのは、その背後にいる黒幕が誰なのか。早坂の女魚は心が、このような末路は自業自得だ。今後は皆これを戒めとせよ。私はもう、家な心を持つ者を見たくない。聞いたところ、早坂の女子は皇后と非常に近しい関係だったそうですね。今こんなことが起こり知らないのですが、この中に皇后の意向はありますか？綾の日、やりすぎです。おや、主君がまだ落ち着いているのに、飼い犬が先に吠え始めたのね。前回、君たちが協力して毒を盛ったことがなければ、本当に気づかなかっただろう。君たちが演技をしていることに。もう十分だ。来月は天皇の主祭だ。もし、準備はまだ早いと思うなら、いつまでも喧嘩していればいい。皇后様、桜井の女魚が寵愛されて、本当に心配ではないですか？今彼女は寵愛されています。私はどうしようもない。素質は聞きました。この頃、桜井の女元天皇は、よく御苑で花を見に行きます。その時、築山の石が緩んで落ちて、天皇を不注意で怪我させる。愛蘭無手だ。天皇を害そうとするのか。皇后様、勘違いです。考えてみてください。天皇は桜井の女子と一緒にいる時怪我をします。必ず彼女を責めるでしょう。その時、彼女は自然に失調します。おごたの思い通りになります。私はこの高級の庶務を君に任せたのだから、もちろん君を信じている。うまくやれるだろう。行け。側室、チョンジュです。失礼いたします。
美咲の腕は素晴らしい。天もお腹いっぱいだ。何を笑っているの？側室の料理を天皇が好んでいただけて、国室も嬉しいです。チェンは好きだ。君がそばにいるのが。皇后のように礼儀もない。綾乃妃のように喋りすぎでもない。ただ静かに食事をするだけで十分だ。行こう。今食べ過ぎた。チェンと散歩しよう。食べ物を消化しよう。御苑の菊はよく咲いています。天皇、ご覧になりますか？B 社。みんな見てますよ。ジェンは君を眺めたいなら、眺めさせればいい。陛下。ここで待て。ついてくるな。背を向けろ。今日はどうやら、天皇は何かしたいようだ。美咲は、ここの景色はどう？とても美しいです。チェンは思うが、美咲の万分之一にも及ばない。B 社、ウェイノイ。ミッション。なぜこんなにも愚かなの？さっきと危険に遭い、天皇が怪我をするのが怖く、他のことは考えられませんでした。はい、ちゃん女従、伝令せよ。内務局の商山修理、担当の行員を全員杖で撃ち殺せ。天皇、B 社、側室のために。君は、優しすぎるのだ。天下。はあはあはあ。チェンの言う通りだ。月安女従、ミングは助けてやる。全員空気砲へ、服役させよ。早く横になれ。天が薬を塗る。天皇、側室の背中は醜いですか？バカなこと。毎日チェンが薬を塗るから、すぐに元通りになるよ。天皇。天皇、今日は、ちょっと。チェンの記憶では、君の生理はこの頃ではないはずだ。ヘド科の打撲は、そっと押すだけで、とても痛いです。この数日は、横になっていなければなりません。ではゆっくり休んで、明日また来るから。味方様、これは小僧が特に調合した薬です。味方様が塗れば、皮下出血も早く引きます。気遣いありがとう。味方様、今日は危なかったのに、味方様は身を挺して、もし何かあったら、どうしようと思います。入内以前、天皇は父のように白鳥だと思った。でも入内してからとても優しくしてくれた。大切にしてくれた。今回は彼への恩返しだと思う。天皇は御方様に優しいですが、でも門方様、もし体を傷つけたら、天皇は。今回は身を危険にさらしたが、思いがけず、天皇の救命恩人となり、彼の目を引くことができた。本当に価値があった。そうだ、調べさせた。危機山の石が落ちた理由、わかりましたか？
年休失収だと特に何もなし。この背後にいる人は、それほど単純ではない。和語法。いえ。味方様、口が悪いです。味方様、天皇は本当に優しいです。私は彼の救命恩人です。私は彼の救命恩人。優しくしないわけないでしょ。今でも思い出すと、あの時の危険が、まだ怖いです。もっと危ないのは、まだこれからだ。この間寵愛を受け、彼女たちは、必ず何かするだろう。ジュール後は天皇の主催です。皆さんの準備は？側室は聖域の出身です。不戦部を用意しました。側室は今日で流行の詩を用意しました。桜井妃は何を用意しましたか？側室には取り柄がなく、ただ琵琶の一芸があります。この頃練習に励んでいます。天皇の自演の時、一曲献上できればと思います。元首にならなくても、今は天皇の寵愛を受けている。何を用意しても、天皇は喜んでいただけるでしょう。では、時間も遅いです。皆さん、練習に戻ってください。側室、ややの日に参ります。なぜ礼をするの？今は天皇の寵愛を受けている。わずか数ヶ月で私と肩を並べるようになった。側室が今日の身であるのはすべて綾菜のおかげです。側室は忘れません。天皇の側室へのただの一時の気まぐれです。もが様には何年も変わらず実きまれています。わかっていればいい。憎らしい桜井妃。私が琵琶しかできないのをしていながら、私と争うのか。味方様、ご怒りなさらず、桜井妃が琵琶を弾きたいなら、弾けないようにしましょう。何のこと？桜井妃格は寵愛を受け、天皇は毎日示します。でも、お腹は一向に変化がありません。手伝いましょう。息災の前に、苛ませましょう。これで、鋳型様の風采を奪えなくなります。それから、もし口が外れたら、それは、いい。それで決定。目咲ちゃんは天皇の自演で琵琶を弾いて献上するそうですね。ちょうど私のところにファー選曲の古本があります。主演のお祝いにぴったりです。それで美咲ちゃんを呼んだのです。美咲ちゃん、このような降礼はいただけません。私たちは共に天皇を使えるのですから、こんなに遠慮する必要はありません。さあ、お菓子をどうぞ。これは私の故郷の名物です。これは。どうしました？体の具合が悪いですか？この頃寒くなってきたので、少し風邪をひいたのでしょう。私はそうは思いません。美咲ちゃんの様子は、以前の泉妃や綾乃妃かが妊娠した時に似ています。聞いておく、今月の生理は来ましたか？それなら、いい知らせかもしれませんね。ちょうど中谷医師が診察に来ています。西殿で待っています。知れてもらいましょう。忘れそうになりました。私の小料理屋で煮込んでいますので、中谷医師に先に見てもらってすぐ戻ります。はい。おめでとうございます。お祝い申し上げます。鋳型の脈から察するに、1ヶ月以上の妊娠です。こんな嬉しいことが。では、中谷医師、お願い。天皇にご報告を。この天台の朗報は、味方様ご自身が天皇にご報告されるべきです。もうすぐご出祭です。五田様、寿宴の席で、これを告げれば、それは祝い物よりも、天皇の心をつかめます。医師の言う通りです。では、天皇の自演まで待ちましょう。私が直接お伝えします。では、医師にも、このことを隠していただきます。もちろんです。もしこんなに簡単に、天皇は、まだ子供がいないはずがない。中谷医師はどう言いましたか？一麻痺。中谷医師の話では、風邪をひいたそうです。私も風邪を好きで、秋に入っても、いつも窓を開けて寝ています。それは違うように思う。この子の顔を見てみなさい。嬉しそうな顔をしている。もし本当に病気なら心配しないでしょうか。でも美咲ちゃん、今は内緒にして、息災の時に天皇を驚かせたいのね。蘭様冗談です。体調が悪いので、失礼いたします。
味方様、桜井妃は、信じましたか？信じないわけにはいかない。今少しでも疑っても、宮殿に戻れば医師を呼んで確認しても、私は手配済みだから。もし本当に妊娠したと信じて、いつか我慢できず話したら、二人身で寵愛を争っていたことがバレる。これで桜井妃の寵愛は完全に途絶える。前回の御苑では幸運にも逃れたが、今回はそれほど幸運ではない。味方様、脈は血気が弱い。月経が不足。おそらく何か不浄なものを食べた。そのため月経が来ないのです。妊娠ではありません。そんなはずない。先のティジュモ事件以来、その事件以降、尾形様の食事は万全に検査しています。この宮殿のせいではない。毎日私は皇后の宮殿へ拝謁し、皇后から賜った菓子は断ることはできない。覚えている。この2日の菓子は、霧島妃が故郷の特産を差し入れた。もし彼女が意図的なら、それは難しくない。それなら、新潟様を害そうと、美妊娠で寵愛を争い、ロミさせる。大丈夫。今日医師は私が引っかかったと思っている。彼女たちは油断しているはず。生島妃が私を害そうと、私が矢を持って牙を返すのを咎めないで。美咲ちゃん、今日はどうしたの？食欲がいいね。皇后のこの菓子がとても美味しく、少し食べ過ぎました。お恥ずかしいです。大丈夫。最近、ハエズジの菓子は、霧島妃の故郷の特産だ。特に、このションファミツ。好きなら、後で持って帰れ。皇后に感謝いたします。ミンカタ様の推測通り、このチョンファ蜜には、乾燥が混ざっています。単独で服用しても無害ですが、黒糖と一緒に服用すると、女性の月経が遅れます。前回今田様、シション中毒後、医師の指示でチェキを補うよう、毎朝起きると極糖用を飲まなければ、それは宮中で誰もが知っていること。ウリカネコを呼んできて、要件がある。そんないいもの、私も人の情けに甘えよう。味方様、今、綾野妃下が中でお世話中です。花月。手際がいいね。すぐに綾野妃が来た。入ってきなさい。天本 B 社は心配されて、外出も何も手伝えず、仕方なく作りました。ケーキを補う菓子。天皇に差し上げます。天皇陛下がお嫌いでなければ。ただ、綾菜氏もいるとは思いませんでした。もしそれなら、もっと作っておきますね。帝宝は甘いものは好きではない。美咲の心意気は無駄になるでしょう。ただ、私は思うのだが、このクスジトウガは、とても美味しい。チェンの記憶では、君は一番ティーシュパナを使う好みに合うのも当然。以前から美咲の腕は素晴らしいと聞いています。ただ、よろしいでしょうか。作って私の殿へ送っていただけますか？お気に召していただければ美咲の幸せです。何もございません。同じキーでしょ。私が
君の言いなりになると思うの？味方様、このような粗末な仕事は私にお任せください。いいです。綾の日、前回転んで流産してから、きっともう一度子供が欲しいでしょう。これで願いが叶いますね。綾の日手に参ります。確かにいい。でもこの菓子、美味しいけれど、でも天皇、甘いものは好きではない。知っているか？時には善意で悪事をして、何もしない方がマシだ。今日は本当に、画質が不覚で、天皇を怒らせ、天皇の嫌いなことをしました。綾の日、ご指摘の通りです。これからは、きっと本文を守ります。いいわ。私は君のためだから、それでいい。菓子は置いていい。夜も深い。早く帰って休んで。はい。食べて。どんどん食べて。食べれば食べるほど、子宝に恵まれるわ。味方様の月経3日来ていません。何か吉事ですか？2の状態から味方様は妊娠ではなく、逆に血気が衰えています。僭越ですが、味方様は毒を盛られたようです。何？毒？この宮の中で命嫌いなのか、私に毒を盛るとは。味方様の食事は毎回検査しています。ありえません。味方様、思い出しました。桜井妃が送ってきた同志と東賀です。美咲、あの女、ミノス嫌いなのか？パオツ。さっさとこのことを天皇に伝えなさい。味方様、落ち着いて。私なんかはこのこと、おだしい毒を盛るならこんな大胆なの？しかも桜井の女毛は味方様に近づきたい。こんなことをして、もしバレたら彼女に何の得もない。行け。あのグッチとトーガを持ってこい。医師に調べさせる。はい。味方様。この十子10日には2つの材料が入っています。超過蜜と肝臓です。肝臓では問題です。黒糖と相性が悪く、一緒に取ることはできません。この菓子の中にどうして肝臓が入っているの？この肝臓は超過蜜の中に混ぜ込まれたのでしょう。それをこの菓子に入れたのです。この超過蜜は霧島妃しか持っていない。先日、美咲に渡したと聞いた。もしかして、美咲を陥れようと、美咲に美妊娠の罪を着せようと。ところが美咲は、十子唐賀を作るときに超過蜜を入れ、私が食べてしまった。長春殿へ行け。霧島妃、あのバカを呼び出しなさい。はい。ザカ味方。若味方の予想通りです。霧島妃は A&A。しかし、
無事に出てきました。綾乃妃はカシのことを知っていて、霧島妃をかばい、隠したようだ。これで確認だ。霧島妃と綾乃妃は一味だ。でも君は、隠せると思っているの？桜井の女子、皇后への拝謁。最近はどんどん遅れてますね。入内したばかりでしょ？どうして礼儀をすっかり忘れたの？東方への拝謁が遅れ、側室の不手際です。今日は側室が菓子を多めに作り、そのために拝謁の時間を遅れました。この菓子、天皇と綾乃妃、食べた後気に入っていたので、それで放出が多めに作り、皆のお姉様に食べていただこうと思いました。桜井の女子は、菓子を皇后の前に持ってきたのね。頑張ってね。私もずっと、美咲ちゃんの腕前は素晴らしいと聞いています。今日は、皇后、ご勘弁を。紛失は恋ではありません。霧島妃、この菓子に、あなたが紛失にくださった超過蜜。もったいないです。食べちゃダメ！お姉様、これはどういう意味ですか？私は言ったのは、菓子が汚れたの食べれない。霧島妃は普段凛としていたのに、今日はどうしてこんな慌てぶり？まさか、この菓子に何か秘密が？ねえよ！シュワンズ、医師を呼びなさい。あ。この重諸糖画の中には混ぜ込まれています。肝臓が。それは何？味方様、これは黒糖と相性が悪く、一緒に服用すると、1、女性の月経が遅れることで、結果的に微妊娠の症状を起こします。桜井の女子。菓子にこれを混ぜたのは何のため？広報ご勘弁。側室はこれを知りません。この重視糖画は側室が手作りしたものです。側室はしていません。まだ言い訳か？リンカータ様、落ち着いて。この肝臓は高果蜜の中に混ぜ込まれています。旧紙。それは霧島妃の故郷の特産では？一間妃、私はあなたと何の恨みもないのに、なぜ私を陥れようとするのですか？内間妃、思いもよらなかった心がこんなにも邪悪。桜井妃を二人身で処罰させようとし、高級全体を巻き込むところだった。皇后、側室は一時の迷いです！皇后、そんなことはできません！来人！内間妃を鬼女に落とし、区役棒に入れ。今日の綾乃妃は一言も話さない。伊方様。皇后は霧島妃と綾乃妃が瞳だとご存知ですか？皇后が察知したら、綾乃妃が不幸だ。察知できなければ、皇后自身が不幸だ。とにかく、最後に不幸になるのは誰でも。最後に利益を得るのは私だ。彼女たちが争えば争うほど、伊方様に目を向けなくなります。それでいい。水が冷たくなった。お湯を足してきなさい。次。
ちょっと見て。背中の傷は、治った。杉、聞こえる？天皇、この時間になぜここに来られたのですか？美咲。知り場をしたね。チェンは君を思っていた。今日のことは知っている。君は思う。もし君が早くミシを産んでいれば、こんなことはなかっただろう。B 社。B 社久しぶりです。側室の殿内に。側室は思いました。陛下は側室を忘れたのだと。もし君を忘れていたなら、どうして知ることができる？美咲は琵琶が上手だと。B 社ったら、号室は心から修礼を用意しました。陛下、隠れて聞いていたのですか？はいはい。では、チェンは待っている。美咲がチェンの末演で大活躍するのを。さて、今は、陛下。これは何の香り？どうして梅の香りではない？どうやら、皇后の湯たんぽのようです。パラフェの前が終われば、鋳型の番です。私は酒が弱いので、お茶で乾杯させていただきます。鋳型の琵琶の演奏が大成功でありますように。医師を呼べ。B 社、三来お茶の温度はそれほど高くない。鋳型の怪我もそれほど深刻ではない。ただ、鋳型の指の腹にたくさんの小さな傷があります。おそらく七葉化で完治するでしょう。七バール？これから天皇のために琵琶を弾いてお祝いしなければ。医師殿、演奏が終わってから診察していただけますか？小さな傷。何があったの？飢餓、予防、続け。味方様は楽器は全くできませんでした。でも、愚祭で天皇を喜ばせるため、必死で味方様は中者を問わず練習し、手を怪我しました。それなら、どうして茶碗さえ持てないでしょう。次天皇の前で、言い過ぎなさい。では分かっている。でもこの姿、どうして心配しないでいられよう。側室が不器用で、天皇のご機嫌を損ねました。天本、凤凰琵琶を取りました。天皇は、これほど彼女を、先帝から皇太后への鳳凰琵琶まで取り出されたのか。天皇が喜ばれれば何も問題はないです。B 社、これは。これは先帝が皇太后に射手した鳳凰琵琶。天下最高の琵琶。チェンは思った。今日は君が琵琶を弾くので、
取ってきたのだ。陛下。側室の不注意です。大丈夫。手が治ったら、また弾いてほしい。今日は天皇の主祭。側室は演奏すべきです。しかし側室は朝学被災。あえて、皇太后の琵琶で演奏。ご許可を。側室の琵琶を使い。その気持ちは嬉しい。許可する。うちで琵琶を弾く。準備はしていたのに、きっと君たちは琵琶に仕掛けをしただろう。意外だ、この岬。意外に頭が良い。フォーを琵琶は触れないとわかっている。しかし、私に手はないと思うのか？なぜここに？味方様。諸人の霧島がクエク堡に入ってから蘭子はキョンジョに落とされました。桜井比企のことわざは妹と並ぶものだ。これからは天皇が琵琶を聴きたいとき、妹の宮殿だけに行かなくてもいい。そうですね。天皇は琵琶を聴きたいとき、私を思い出します。でも需要を取りたいなら思い浮かぶのは皇后様ですね。この皇宮では義型の鳳凰での以外、どの場所も一日中薬の匂いがします。薬の匂いです。笑え。さあ、いつまで笑えるか見せて。あ、ヘビ！あ！ヘビ！逃げろ！シャン、こっちに来ないで。来ないで。目先、危ない！不思議だ。こんな真冬に、どうして蛇が？普通の蛇は人を恐れる。野山でも踏まなければ蛇は人を襲わない。なぜ蝶はこれらの蛇がこれほど大胆なの？今日のことは突然起こった。幸い綾の日は無事だった。事故？皇后様、真冬に蛇が出るのが事故ですか？それとも蛇が人を恐れないのが事故ですか？桜井妃が命をかけて私を守ってくれなければ、もう助からなかったでしょう。美咲の言うことは、今日のことは、誰かがわざとあなたを害そうとした。知恵は知りません。でもめけけは知っています。皇后様は今日のことに関心がないようです。そうですね。結局今日は皇后様は傷ついていないのですから。あなた！私は佐伯出身です。子供の頃、蛇使いを見たことがあります。呉やコティなどの音で蛇を操るのです。とても不思議です。でも知りませんが、琵琶の音でも蛇を操れるのでしょうか？桜井妃が手を怪我しているのになぜ琵琶を弾いたのか。こんな下心があったのですね。美咲、今日弾いた曲をもう一度弾いて。アナヘイ、ウガハイは手に怪我があります。さっきの一曲で体力を大きく消耗しました。どうしてまた弾けますか？弾けないのですか？桜井妃の手はさすがです。でたらめを言わないで。もし美咲様がそんな悪意を持っていたなら、なぜ身を挺して綾の妃を助けたのですか？やめろ！天本陛下、
八王子の新しい星士は、シェベや虫に詳しいです。呼んで調べさせれば、ヘベの正体がわかるでしょう。天保美社。この時期は、ママジシェビが冬眠する季節です。突然出て人を襲うのは、嫌な匂いを嗅いだのでしょう。嫌な匂いか。ジェインツァー。この尺にシェゲンツァーが入っています。ジェゲッツァオとは何だ？天保美社。シェゲンカサは、シェビ取りがシェベを誘うのに使います。一般人は嗅ぎ分けません。初賃は虫や蛇とよく接していますので、嗅ぐだけでわかります。これだけのシャゲ草が、ベーシェを興奮させ、攻撃的にさせます。大胆！私の酒にこんな汚物を入れたのか！ミノツ嫌いなのか！天皇陛下、これは私のしたことではありません。あの恐れた様子は本当に知らないようだ。でも知っていようが、もう彼女の自由ではない。この非戦者！大胆ブディ！みんなの杯に米草を入れたのか？我々が蛇に噛まれ死ぬのを見たいのか？この真冬の時期になぜ突然蛇が出てくるのか。君は早からこの計画。あの2匹の蛇も君が仕組んだのだろう。蛇がどこから来たのも、私はしていません。本当にしていません。たとえ、100の勇気があっても、私はできません。霧島妃が霊宮に入ってから、私は一途に少しも油断せず、皇后陛下ご明察を。この野郎！私が知らないと思うのか？君の考えは、かつて君の主君は私と仲良しだった。彼女が過ちを犯し、私は助けなかった。それで君は恨みを抱き、私に復讐しようとしたのだ。綾の日。そうではありません。私はしていません。大じゃ、この奴を天牢に入れ、拷問を始め、彼女の口がいつまで硬いか見せよ。候補美者、助けてください。私はしていません。ライジェ、区域法に入れ、斜陣の霧島の相手をしろ。今日のこと、なんだか変だった。あの蛇が、もし蘭子自身を噛んでいたらどうしたのだろう。人を害するなら、万全の策があるだろう。あの頭で、無理だろう。人を害する連中は、もし噛まれても、自業自得だ。影図。どうしたの？予防さん。無事でよかったです。もう泣かないで。無事だから、行こう。この匂いは何だろう。宮中で蛇が出たと聞いて、とても怖かったです。ちょうど宮中に残っていた寒気よけの湯酒が、蛇が一番嫌う匂いだと聞いたので、沸かして瀬戸野に撒いておきました。心配を少しでも取り除きたかったので。影図。超民家様は驚いたでしょう。鎮静の湯を作っておいて。味方様、影子がこんなに心配しているとは。私が亡くなると、自分も助からないから。味方様、今日広報の湯たんぽは、この匂いでした。思いがけない人物が、皇后だったのだ。いい方様、天皇が参りました。天皇陛下、お参り。側室、天皇陛下へお参り。私と二人きりだから、これ以上の礼儀はいらない。陛下、酔ってます。早くお休みになっては。なぜここへ来たのですか？心配だったから。まだ痛い。
B 社、酔ってます。夜は風が冷たいのに、ここまで来てお風呂ですか？明日風で頭痛がしたら、合室、もっと心配します。今日は驚いただろう。民衆がそんなに凶暴だとは思いませんでした。幸い、自賠がすぐ来てくれました。無事でよかった。側室は陛下を信じています。陛下は側室を守ってくれると言いました。今年は寒い冬だ。しばらくしたら、母校温泉山荘へしばらく滞在させる。その時は、君も一緒に行こう。側室には、皇太后と一緒ですか？美咲はそれほどではない。高校の方は私が話す。心配はいらない。接ぎ木以上は、まだありますか？取ってきて。着物に振って。まだありますが、リガダ様、宮中の至るところに、振りました。なぜ着物に振るのですか？昨日の綾の日、驚いたでしょ？お見舞いに行く。昨日は、綾の日を救って、今日もお見舞いですか？本当に、綾の引きに着くのですか？彼女は加害者を知りたいでしょ？私が思い出させてあげる。どうして来たの？昨日は味方様が驚かれて、ガバ室ご挨拶に参りました。心遣いがあるわね。でも昨日のことだが、私はまだ。なんだこの匂い。鼻につくわね。この子は利口で、急酒でヘムシを寄せ付けないと思い、ガバ室の田に振りかけました。このヒーカダイは、5型のエイアンドンに近いですし、5型も殿内に振りかけてみては？念のためです。もし綾の日が、川室の体の溶酒の匂いが嫌なら、川室、失礼いたします。味方様、この匂い、懐かしくないですか？言われなければ気づかないが、言われると、この2日間、どこかで嗅いだような気がする。でも、彼女の体のように鼻につくほどではない。昨日キーファ隊では、皇后が湯たんぽを抱いていたとき、この匂いがしました。東方だったのか。思いがけない。普段は慈悲深いふりをして、裏ではこんなにも卑劣だ。必ず天皇に告げるわ。彼女の偽善の仮面を剥ぎ取ってやる。3日、落ち着いて。ただ氷酒の匂いだけです。それに、ただ似ているだけで、証拠はありません。湯たんぽはもう取り替えられました。証拠がないので、天皇も皇后を責めることはできません。それでもこのままでは許せない。争え。争い合え。あなたと皇后が同士討ちになればこそ、私は皇后の座に一歩近づけるのだ。東方様、江川の助が参りました。こんな時間に？皇后様、天皇のお言葉では、この数日で準備をして、門泉山荘で冬を過ごされるそうです。それを伝えるように命じられました。天皇のお言葉では、門泉山荘への随行の方は、桃田様が決めてください。ただ一点、天皇は強調されました。桜井妃も連れて行くこと。承知した。天皇のそばでお世話をするので、朝昼、人参茶を差し上げて、体を温め、チェキを補ってあげて。では、失礼いたします。思いがけないです。天皇、桜井妃をこれほど重視されるとは。門泉山荘への随行は、本来なら宮中の老人のみの特権です。いつもは泉妃、綾の妃などを、彼女、塗り宮したばかりですよ。皇后様、また煙を写経中ですか？学事を重ねたのだから、いくら写経しても、心は休まらないでしょう。綾の日、何を言っているの？何の意味か。皇后様、一番ご存知ではないですか？手を出すなら、私もやるぞ。宮中ではまだまだ、我々の戦いは続く。
矢の日、全く理不尽です。天皇の寵愛を盾にして、私の意見では、温泉山荘への随行の席を与えないです。行かせる。桜井妃も、一緒に行かせる。私は行かない。味方様は桜井妃と綾の妃を寵愛を争うことで敵対させたいのですね。では、名戸兵衛が伝えます。桜井の女子、3日後。天皇が温泉山荘へお出でになります。温泉山荘の殿宇が限られていますので、皇后が側室の推薦を仰がれます。皇后は、泉妃、綾の妃、それに沙羅妃を。残りの一枠は、皇后が若宮方に。それはいけません。皇后は中宮です。ご自身を残して。もし皇后が私を温泉山荘へ行かせるために自ら残るというのでしたら、お嬢様、お撤回をお願いいたします。そうでなければ、私は気が済みません。皇后は静かを好み、宮中に残ることを選ばれたのです。若宮方とは関係ございません。早めにご準備を、出発をお遅れなく。皇后は無事なのになぜ若宮方にこれほどの人情を？私はこの件は単純ではないと思います。それなら、なぜ私を行かせるの？温泉山荘へ行かれるのは天皇のご意志です。下君が今言ったのは若宮方が知らないと思って手柄を皇后に持たせようとしたのです。若宮方に皇后の恩を感じさせるためです。では、皇后が行かないのは？思いました。今回の温泉山荘は皇太后もお出でになります。皇太后は宮中で最も礼儀を重んじる方です。もし皇太后がご存知になったら、皇后が若宮方を行かせるために自らの枠を譲ったとしたら、皇太后は必ず皇后が献淑で対局を顧みたと思われます。ですが、若宮方には天皇を惑わせる狐火の女だと思われるでしょう。それだけでなく、綾の妃と一緒に行かせるのは、私と綾の妃を、寵愛を争う敵にしたいのだ。リオ君、どうします？私をやり玉にしたいのだろう？でも、それができるかどうかだ。もうすぐ出発です。カリコはまだ朝服を持ってきていません。もっと遅れると間に合いません。ようやく来ました。なぜ濡れているのですか？記事を取りに行ったとき、まだ乾いていないのを発見。水位局の人にも聞きました。この2日は寒いので、洗った衣装は乾きにくいと。だからこのように。でも、外側だけ濡れています。中の下着を触ってみましたが、完全に乾いています。中は確かに乾いています。すれば少なくとも寒気は防げます。とりあえず着ていただきませんか？七時を逃したら皇太后に咎められます。今日の冬は寒いけれど、乾燥している。たとえ昨日思い出して洗濯したとしても、一晩かければ、こっちで乾かせば、それほど難しくないはず。福祉。はい。この時点で衣装を乾かそうとしても間に合いません。朝服は黒色です。水跡も目立ちません。実際着ても大丈夫です。今日は義方様が皇太后に謁見する日です。もし遅刻したらよくありません。やはり、朝服に手を加えた人がいるのです。義方様、私もなぜこうなったのかわかりません。君は関係ないのはわかっている。冷めめないでもいい。このことは大々的にしたくない。何も知らなかったことにしなさい。仕事に戻りなさい。予防様。味方様。この生地には特殊な顔料が塗られています。水に濡れると色あせ、乾くと色が浮きます。その時、この黒い笹服は変身します。天皇と皇后だけが使える黄金色に。これは大禁忌です。皇太后は宮中で一番格式を重んじます。もしこれを皇太后に見られたら、必ず厳しく処分されます。味方様はこの濡れた朝服で行かれては？とにかく濡れています。何もわかりません。その時、味方様はもう一着持っていきます。馬車に乗ってから着替えればいいのでは？福子の言う通りだ。朝服は着替えなければならない。でも、自分では変えられない。杉、着替えを手伝って。味方様、福子さんと何を言い合っていますか？
全然わかりません。君はね、もし朝服を着て、交代号のところへ馬車に乗る前に、うっかり湯たんぽを落としたらどうなるだろう。冬は寒いです。もし天皇が大方様の血ごものが濡れているのを見れば、必ず着替えるように言います。そうすれば、交代号が見ても何も言わないでしょう。わかった。さっさと着替えを手伝って。もし時間を遅らせたら、交代号に厳しく罰されるぞ。はい。皇太后に参ります。皇太后様、千秋万歳。ご健康をお祈りいたします。御堂。皇太后はどうして聖母の幼名を知っているのでしょうか。聖武の白河の側室の幼名は確かにつぼみです。皇太后は白河の側室をご存知ですか？あなたがつぼぼの娘なのか。皇太后。桜井の女子の側室と旧知の間柄です。私の実家は慶州で、当時の白河家と私の実家は隣同士でよく交流していました。あなたの母と私は幼馴染でした。当時私は召され入内してからこととの連絡が途切れてしまいました。私も白河家の旧宅に手紙を何度も送りましたが、一向に返事は来ませんでした。側室によると、白河家は内紛が起こり、側室は今日まで流離し、父に嫁いだそうです。もし早く知っていれば、古賀が桜井皇帝に嫁いだことを、この2年間で必ず会っていたでしょう。お母さんは元気でしたか？皇太后、宗美氏は10年前に亡くなりました。皇太后様、ご勘弁ください。なりびは今聞きました。白河の側室が思い込み、手が滑って湯たんぽをこぼしました。皇太后様と御方様、ご勘弁ください。やけどはしていませんか？いいえ。着物が濡れている。着替えに行きなさい。こいていないで。若見方のお世話につきなさい。皇太后、沈香をお使いですね。この子を知っているの？この香りは懐かしいです。房室の香りと同じです。とても安らかです。私とつぼみは趣味が同じで、信仰が好きでした。甘く深い香り、何十年も変えたことはありません。側室の覚えでは、側室はよく南様のことを話しました。さっきは深く考えませんでした。今思い返してみると、もしかして側室の思うのは皇太后の幼名ですか？私はつぼみを、あなたも私を。しかし運命は、私からこのような親友を奪いました。教えて、お母さんはなんで亡くなったの？側室は病気で、急逝しました。それとも、無茶なお父さんの。それとも、傲慢な正夫人の味方？側室はそのようなことはありません。起きなさい。責めるつもりはない。やはりお母さんのように、心が優しい。前に天皇に聞いた。天皇の話では、お母さんは桜井公の正妻の神谷氏に盗みの罪で家宝で撃ち殺された。私とつぼみは幼馴染で、彼女の性格をよく知っている。彼女は気高い性格で、そのようなことはしない。私は彼女が泥棒をするとは信じない。側室も側室は無実だと信じています。でももう、こんなに時間が経って、調べても証拠はありません。皇太后、もう調べないでください。神谷氏は傲慢で、あなたも彼女の下で、辛いでしょう。安心しなさい。私とお母さんは姉妹のようでした。彼女が無実の罪で死ぬことは許しません。温泉山荘から京に戻ったら、必ず神谷氏にこの件の説明をさせる。御方様、
温泉山荘に来て10日ほどですが、召された回数は綾野彦よりも多いですよ。それに、皇太后にも気に入られています。今頃、綾野彦はどこかで怒っているでしょう。今回綾野妃は甘んじないだろう。待っているより、むしろ大きなプレゼントを贈ろう。影子を呼んできて。七代ご無事を。宮中では無事です。元気です。宮中では、温泉山荘に来て、嬉しい知らせがありました。皇太后と側室、幼馴染だったのです。皇太后は情に熱く、側室を思い。私も大切にしてくださいます。皇太后の庇護があれば、これからの宮中の道は、それほど険しくないでしょう。もし幸運にも、将来高い位につければ、必ず父親を公用一致します。これでは大変です。暗い日はいつも、鋳型の言葉を金貨玉城のように。でも最近なぜか、鋳型の命令をいつも忘れています。何ができる？ただ皇太后に取り入っただけで、得意になっただけだ。帰ってからよく監視しなさい。何かあれば、すぐにご方に報告しなさい。それからこの手紙、そのままで彼女に送っておけ。味方、桜井を警戒した方が良いです。以前は宮中で頼る人がいなかったので、味方に使えることを選びました。今は、聖母と皇太后の関係で、桜井志栄一が犬のように、私の父と兄に取り入って、桜井公認になれたのだ。彼女の父は、私の家の犬に過ぎない。桜井美咲など、何ですか？味方のおっしゃる通りです。桜井公務が倒れれば、桜井妃も恐れる必要はありません。桜井号は父の役に立つ。まだ手を出せない。でも私の聞くところ、正妻の神谷氏は手の込んだ女だ。毎日金銀を身につけて派手に街を歩いている。行け。何に手紙を書いて伝えなさい。兄に監視してもらいなさい。何か手がかりがないか探って、私は見ている。あの女がいつまで威張れるか。味方様、お嬢様のお言葉通り、綾野妃にもお言葉通り、綾野妃に申し上げました。それから手紙も綾野妃ご覧いただきました。これは綾野妃から下賜されたものです。どうぞ、味方様にお納めください。渡されたら受け取りなさい。金は嫌いな人などいないでしょう。言ったでしょ。私の用事をするなら、言形はつきません。これもすべて受け取りなさい。伊方様、これでは少し。これでは足りない。私の狙いは、桜井家の崩壊だ。予防さん。調べました。皇太后のところでご覧になった香は、金物香です。この香は非常に貴重で、1本で100両近くします。よし。皇太后のお部屋の香り。号室にはとても馴染みがあります。仏には心を捧げ、もちろん仏に最高の香を捧げる。これは金物香ですね。だから側室はこんなにも馴染みがあるのです。この子を知っているの？家にいた頃、母は毎日この子を炊いていました。母は皇太后のように仏法を深く信じていました。母上と皇太后は話が合うでしょう。金物証一本100両、非常に高価。私でも大切に使う。なのに、桜井公の正妻の神谷氏は、なぜ毎日使えるのだろう。味方様、
長男が神谷家を監視した数日、やはり問題を発見しました。桜井公の名を借りて、密かに財を集めていました。だからあれほど裕福だったのか、一介の女で桜井公の名を使うとは、命嫌いだろう。味方様。長男からの手紙によると、天元組の人が密かに調査しています。返事すに？それは皇太后の直属の部署では？神谷家を調べる。まさか、皇太后も神谷家に問題があると思っているのですか？よし。要は遠くに避難させればいい。情報を公にすれば、自ら手を出す必要はない。皇太后の手助けになるだけ。神谷家が有罪なら、美咲は罪人の娘となる。なんで私と戦うの？今日は天皇が大議事と立って、大臣たちの前で桜井公夫人を叱責した。厳重に処分するとも。これほど大騒ぎで、誰もが知っている桜井公は清廉だったのに、夫人がこれほど貪欲だとは思わなかった。この件は、皇太后の天儀組が発覚した。皇太后は規則重視。このような事態に、桜井公妃人は命も危ないだろう。味方様、ゆっくりです。つけて怪我しないように。前の話をしているの。詳しく話して。味方様、お夫人何かあったようです。どうしますか？いけない。マハが失敗した。父も巻き込まれるに違いない。桜井家の娘として、家が危ないのに、袖で傍観できる。味方様、何とかしなければ、お夫人を助けなければ。この時点で、直接天皇のところへ行けない。皇太后のところへ行こう。天皇の前で、話を聞いてもらえるはず。本当にバカ。何も考えがない。皇太后は激怒中。言ったら自殺行為だ。皇太后差しのめ。止めなさい。もし神谷家のために愛花に嘆願しに来たのなら、口を開かない方がいい。神谷家は朝廷の重臣の一族。その罪は数えきれない。厳しく処罰し、不正を取り締まらねばならない。目先はいい子だ。愛花は神谷家の罪で目先を責めない。天皇もこのことで目先を疎まない。もう泣かないで。母を助けてください。この件の経緯は、綾乃妃下が側室に話しました。もしかつて、皇太后の前で、金仏教のことを話さなければ、母を死に追いやることもなかったのです。なるほど。天元組の人だ。神谷家の罪証は目の前に並べてあるようだ。誰かがわざと手引きしているようだ。結局、綾乃妃が寵愛を争い、背後で煽っていたのだ。しかし、単樹組は極秘知り。彼女はどうして知る？いや、どうやら、綾乃妃に実家を調べなければならない。側室の母は、聖母ではありませんが、育てていただきました。もし側室のせいで、本当に申し訳ありません。話してもしなくても、神谷家は自ら犯した罪の代償を払う。それとも彼女の罪を知りながらわざと隠そうとするのか。側室はそんなことは。天候非可稼働。天号非可。非可。母者を許してください。彼女に自信の機会をください。美咲。君の焦りはわかるが、神谷の罪は重罪だ。皇宮は政治に関与してはならない。母公のところへ来て、無礼なことを言うべきではない。側室は承知しています。ですが、子として、どうして、母親が苦しんでいるのを見ていられますか？本当にできません。シングがこのようなことを必ず厳罰に処す。これで不正を取り締まる。これは朝廷の他の役人への警告だ。家に帰って、爪目家をしっかりしつけさせる。
だから愛花は決めた。桜井公のために、神がに全死を与える。これで決定だ。これ以上言うな。美咲！江川属助、医師を呼べ！ご安心ください。母方様は悲しみで失神しただけです。薬理を塗れば目の覚めます。この子は聖母と同じ。心が優しい。神谷をかばうことで、愛花と天皇が不快になることは分かっているのに、それでも彼女はやる。彼女は知っているのに、あの時神谷が聖母を殴り殺したことを。それでも育ててもらった恩を、それでも彼女のために頼む。このように純粋で優しい子は、今ではもう見かけない。美咲はいつも、人のことばかり考える。このような性格だからこそ、ジェイは彼女を大切にする。美咲、安心して、必ず君を守る。天皇。まだどこか気分が悪いですか？側室は心配で出現しました。交代後をお咎めください。君のせいではない。愛花は君を責めない。母が罪を犯し、皇太后と天皇を困らせるべきではなかった。さらに、母をかばう言葉を口にすべきではなかった。でも母は、側室を育ててくれました。側室皇太后に、実家へ帰ることを、母の最後を送りたい。加賀の叔父を尽くしたいのです。良い子、行きなさい。市主さん、何とかしてください。琉球昇進予報層に参照。霊内予報層に参照。父じゃん、リンナ様、どうぞ。娘はこのような礼を受ける資格はありません。君が帰ると聞いて、事態が好転したと思った。天皇の心意気を変えたのか、天皇に母の命を助けさせたのか。美咲ちゃん、我々は家族です。もしマハが罪を受ければ、その時、君の宮中での道はひたばしくなるでしょう。だから父上にも言っています。君は必ず母を救うでしょう。母は会いに行かせて。母、モキは巻き面に監禁されています。宮中から人が見張っています。今朝、警官が邸に来て、宮中の魂の三子を持ってきました。母を送ると言っています。美咲ちゃん、マフを必ず救って。君か。どうして帰ってきたの？なるほど。私の惨状を見に来たのね。まばしい女！得意になるな！私は桜井公の正妻。正信と私は愛情深い。私が困れば必ず助けに来る。助ける？床命が下った。助ける父は控受することになる。君だけが困っていると思うの？父は巻き込まれないと思うの？君、何の意味？はっきり言っておく。天皇はもう疑っている。父は君の悪事を隠していた。さらに関与していた。この時点で、父に天皇に嘆願させるなんて、家族全員を巻き込むことになる。私は構わない。もう天皇の妻だから。桜井家が最後に一族皆処刑されても、私には何の影響もない。でも考えてみなさい。あなたの娘、最後は全死べでいられるでしょうか？リーナ。いや、ダメ。
物を持ってきなさい。君の望み通りにする。美咲、何か方法はあるのか？七者、ミャンが不幸です。母上を助けられませんでした。仕方ない。これは天皇と皇太后が共同で下した勅命。誰もどうすることもできない。目先、母上をしっかり送りましょう。父者、後でもう一度上奏して、必ず天皇にはっきりさせて。これまで母上がしたことは何の関係もありません。そうでなければ母上は無駄死にです。他者、安らかに。火が。美咲、数日ぶりだが、なぜこんなにやつれている？味方様は笹夫人の死を目にし、同室を思い出し、それで。B 社、このサーネ文は、号室も父が号室に託したものです。ご覧ください。B 社、号室の母は処刑されました。どうか陛下、土を巻き込まないでください。安心しなさい。チェンは咎めない。父の総文にもある。彼は知らなかった。神谷の悪行を知り、怒りと恥じ入り、それで総文を挙げ、自ら謝罪した。父のチェンへの忠誠、チェンは忘れない。側室、B 下に感謝いたします。もういい。夜も昼も旅をした。早く帰って休みなさい。チェンが思っていた。桜井誠一は神谷のために何かするだろうと思いがけない速さで彼女を始末した。いや、神谷は何か知っていたのだろうか。サ井家は綾野家の実家の綾野家と仲が良かった。しかし前回母校は丹義組が神谷を調べたとき、綾野家の誰かが丹義組に情報を渡した。まさか。もう一度聞く。さっきの話、本当か？天皇陛下、ご明察。承知に天台の度胸があっても、陛下を欺く勇気はありません。マロ野郎。よし、退下しなさい。今回、美咲が、金物書きのことを話さなければ、私も知らなかった。この事件に関わる勢力、倉井修一。あえて綾野家と結託し、ヌファンを企てた。彼に怖いことはない。口封じのため、あえて綾野家と手を組み、チェンの手を借り、内情を知る神谷家を処刑させた。しかし、綾野家のことは、チェンは綾野妃家を目で、
思いがけずこのような大逆の行為を。ではこの件、天皇はどのように処置されますか？位綾の両者は、不全崇藩を企てた。この不忠不孝の反逆者、罪により、旧族を滅ぼす。しかし天下は安定。辺境は人手不足。彼らを辺境へ流刑。罪を償え。では、美咲は、ボホホご安心。美咲は心が純粋。今回は無実の罪。チェンが特赦する。予防様、帝様。大変です。何が慌てているの？警報、桜井綾の領地を、流刑にしました。何？予防や。天皇。起きたのか。罪人の娘だ交尾か。イサキ、今は身重だから体を大切にして。天皇。側室は、このようにされる価値はありません。ミサキ、何を言っている？君はこの世で、チェンがこれをする価値のある唯一の女性だ。桜井家がこの末路を辿ったのは、桜井誠一が自業自得だ。君には関係ない。チェンは君を責めない。祖父天皇陛下。君がいなければ、今でも、綾野家に騙されていただろう。それにしても、君に感謝しなければならない。君が、事柄を立てた。美咲、何も考えないで、体を大事に、巫女を産んでほしい。ベチョン女児、チェンの旨を伝え、桜井妃を桜井騎士に昇格せ。三方様、桜井綾の領地は流刑です。美咲は広大法の慈しみで一命を取り留めましたが、しかし今では王を巻いて生きるしかないでしょう。これからの後宮は、やはり三方様の。帝様、大変です。桜井妃が医師に妊娠を診断され、天皇のご無念により、貴妃に昇格しました。何？ソイビンの娘がどうして？美咲、私は君の命を残そうと思った。しかしどうやら、君は死ななければならない。帝様、クエスポーは罪人の下女が入れられる場所です。ここに来る理由は？綾の日が失脚した今、皇后は我々を許してくれるだろうか。帝様、どうします？もちろん。先制攻撃だ。早くしろ！終わらないと寝るな！味方様、なぜここに？どうぞ。どうだ？呉希望の生活は、暗いだろう？美咲、得意げになるな。いつか君も、この日が来る。生島妃は、ここが気に入ったようだ。卵子、私についてきなさい。早く行きなさい。何を待っているの？君。味方様、私を助け出していただければ、何でも従います。天皇侧室。大切なことを申し上げます。天皇、写人の霧島です。それにかつての次女の蘭子です。なぜここにいる？お前たち、
皇后を中傷するのは死罪だぞ。蓮舫、私の言葉はすべて真実です。当時私が桜井ヒヒを陥れようとしたのは、実は皇后の指示でした。騎馬隊の蛇事件も皇后の指示で酒に邪品を入れました。だから、それに法王美は桜井ヒヒが弾けばゴンが切れて顔が荒れる。それに、泉妃の龍さんも皇后の仕業です。早坂の女毛は身代わりです。お前たちの卑しい女。命を惜しんで皇后を中傷するとは。江川之助。二人とも天皇に下ろせ。蓮舫、もし信じないなら、ご自身で隊員の意思に確認してください。列案の銃。これは何を？皇后。皇后。ここまで来て、まだ自分が完璧に隠しきれたと思うのか。天皇陳説。キャンジョジュ。善の旨を伝えよ。皇后は嫉妬多端。心に悪意を抱き、皇宮を不穏にした。今日より、皇后の位を剥奪。諸人に落とし、寧入に幽閉。永遠に出させず。三崎、皇祖です。ネチャン女中、さっさと桜庭を起こせ。桜井ヒヒを皇后に殺立する。记得点赞关注哦。